大炎上。タイの歴史をタイ人に説明してみた。こんにちは。タイの歴史をタイ人に説明してみたら大炎上したので、この動画では日米の高校歴史教科書とタイ政府公式の歴史解説書をもとに、私たちとタイ人との歴史認識の違いを説明した上で、タイの歴史学の権威によって書かれた論文をもとに、国粋派のタイ人の間で人気を集めている最新の学説を通じて、タイの歴史の本質に迫っていきたいと思います。タイ語ガチ勢がガチ論文の形式でタイの歴史を紹介する動画になりますが、エキサイティングかつ分かりやすく説明していきますので、どうか最後までお付き合いいただければと思います。新タイの歴史。それでは始めていきましょう。第1章、タイ人の起源。早速ですが、タイ人の起源について、まずはアメリカの高校歴史教科書グレンコー世界史から見ていきたいと思います。この教科書はアメリカの著名な歴史学者ジャクソン・シュピールフォーゲルと世界最大の非営利教育団体ナショナルジオグラフィック協会が共同で執筆したものです。タイ人は500年代に中国辺境の民として現れました。タイ人の集団は1000年以降、それまで住んでいた中国から南下を始め、その移住の流れは1200年代にモンゴルが中国へ攻め入ったことで拍車がかかりました。ここで一旦アメリカの教科書と日本の教科書の違いを確認しておきたいと思います。アメリカの教科書ではタイ人は中国辺境に500年頃に現れたとされています。新島所にある地方反乱討伐の記録を根拠にしているようです。さらにタイ人が中国雲南地方にあったチベット系ペイ族の大理国の支配領域に住んでいたことを前提にしていて、大理国がモンゴルによって滅ぼされた1253年頃に南への集団移住が本格化したと説明しています。しかし日本の教科書ではタイ人の南下について何も触れられていません。アメリカの教科書では時期まで明示されているというのに、山川出版社の小説世界史2024年版では11世紀から12世紀頃の東南アジアの地図の中にタイ人という文字が赤い下矢印とともに書いてあるだけなんです。この矢印の意味についてどこにも説明がないので断言はできませんが、タイ人が北から南へと移住してきたことを示しているのなら、日米両国の教科書の間に矛盾はないということになります。次に現在のタイの王朝ジャクリー朝ができた1782年からずっとタイの収支事業、国家の歴史の編纂事業を主管してきた文化省芸術局による説明を見てみたいと思います。今回使うのは2015年発行の歴史解説書タイの国史です。関東部分に首相や文化省の推薦文がある格式の高い書籍です。とは言っても全文を引用するとボリュームが多くなりすぎますので、要点だけをかいつまんで比較していきます。実はタイ人の起源についてはこのタイの国史の中でも明確にされていません。タイ政府の公式見解が未だ定まっていないんです。代わりに仮説が5つ列挙されています。1つ目はタイ人は中国中部の四川省付近から移住してきたとする言語学に基づく仮説です。これには十分な証拠がないとして否定的な意見がついています。原文と日本語訳は画面を停止してご覧いただければと思います。2つ目はタイ人はモンゴル西部のアルタイ山脈から四川省雲南省を経てタイ中部のスコータイにまで南下してきたとする同じく言語学に基づく仮説です。これは言語学的な分析手法の欠陥やアルタイ地方における住環境の厳しさを理由に強い調子で否定されています。3つ目はタイ人は中国南部から東南アジアの北部インドのアッサム州にかけての広い領域に昔から分布していたとするさまざまな学問に基づく仮説です。言語学的な証拠のほか、社会構造、政治システム、高床式住居、精霊信仰などが共通していることを理由に再び注目されているとして肯定的に紹介されています。4つ目はタイ人は昔から現在のタイの領域に住んでいたが、3500年前から5000年前にかけてインドからやってきたモーンクメール語族によって中国南部へと追いやられ、その後中国人にも追われる形でタイやその周辺地域へ戻ってきたとする考古学や生物学に基づく仮説です。これには言語や文化に関する証拠が十分ではないとして否定的な意見がついています。そして最後の5つ目はタイ人という用語の定義の対象をタイ人だけではなくマレー族を含むインドネシア人のほかラオス人、クメール人、中国南部の中国人にまで広げ、彼らはもともとインドシナ半島のほかマレー半島やジャワ島の一帯に広く分布していて、数千年前にはタイの東北部に住んでいたとする遺伝子学に基づく仮説です。
これについては比較の元となる DNA サンプルの抽出方法に疑問が持たれていて、タイ人の起源を研究する学者たちの間ではあまり受け入れられていないと残念そうに書いてあります。タイの文化省芸術局がタイの国史の中で紹介している5つの仮説のうち、1つ目と2つ目についてはアメリカの教科書と内容が似通っていますが微妙に異なりますし、否定的な意見をつけて読者を他の仮説へ誘導しようとしている意図が透けて見えます。さらにこの説の最後の段落では、タイ人とはタイ語を話すグループのことだとしながらも、民族を起源に基づいて分類することはやめて、似通った伝統や文化、経済的、社会的な創造性を共有している人々をみんなタイ人ということにしてはどうかといった思い切った提言がなされています。ここまでタイ人の起源に関する日本とアメリカの教科書の内容をタイ政府の公式見解と比較してきました。実は文化省芸術局が提示している5つの仮説のうち、1つ目、2つ目、それと4つ目を受け入れると、東の隣国カンボジアが主張しているように、タイ人はクメール人の文化をコピーしたということになってしまいます。タイにいなかったタイ人が古代の遺跡をタイの国内に作ることは誰がどう考えても不可能だからです。日米の教科書の内容もタイ政府にとってはそれと同じぐらいか、それ以上に受け入れがたいものです。世界の近代国家はタイに限らずどこも国家に特定のアイデンティティを与える物語を作り上げることで、それぞれ独自の過去を確立させてきました。これまで数百年という時間をかけて権利と信憑性の両方を兼ね備えた神話というものを作り上げてきたんです。ですからタイ人の起源が不明であったり、ましてや自国の文化が他の民族のコピーであったりというような結論になることは何が何でも避けなければなりません。こうしてタイの歴史学者たちは様々な仮説を編み出していくことになるんです。タイ政府は従来タイ人のアルタイ起源説を支持していました。これはラーマ5世の弟ブロムプラヤーダムロン・ラーチャーヌパープが1939年に表した論文、古代サヤームの統治形態に基づく主張です。ところが近年ではタイ人は大昔からタイに住んでいたとする主張へとシフトしてきています。タイの国家芸術家スジット・ウォンテートは1986年に発表した論文「タイ人はずっとここにいた」の中で、最新の考古学的発見によってタイ人は太古の昔からタイにいたことが明らかになったと主張しました。これは王室と文化を根幹に据えた自民族中心主義的な国家主義史観で、他に同じような主張をしているタイの学者にはマハ・アサ・アラカーム大学人文社会学部直任教授のシーサ・クワンリポードムやジュラーロンゴーン大学文学部歴史学科長のティダーサ・アラヤーがいます。いずれもタイにおける歴史学の権威です。近年ではハイブリッド社会論に基づく主張も活発になってきています。ハイブリッド社会論とは異文化混交社会論のことで、1990年代に提唱された比較的新しい概念です。情報化社会の進展とともにそれぞれの国の文化が国境を越えて互いに融合することによって社会全体が変容していくといった内容のもので、文化人類学の分野ではポストモダンと呼ばれる思想運動の一つです。タイ人はずっとここにいたと主張した国家芸術家のスジット・ウォンテートはその33年後にこの新しいハイブリッド社会論の視座に立って、人種とはヨーロッパ人が植民地を経営する上で編み出した人工的な概念に過ぎないと再定義し、全ての人種は根血者であるからそもそもタイ民族というものは存在しないのだと主張しました。日刊誌のマティチョンに2019年に掲載されたものです。その原型は5年前の2014年、タイ文化省芸術局の名のもとに発表された論文「コームはどこにいる？タイはそこにいる。コームとタイは離れることはない」に掲載されたスジット・ウォンテート本人の主張にまで遡ることができます。それによると、タイ人とは長江以南の中国から東南アジアにかけての広い範囲に3000年以上前から住んでいたさまざまな人種や民族からなる民族集団のことで、タイ語を話し、タイ的な生活様式、世界観、価値観、イデオロギー、歴史的意識を共有し、現在のタイの領域内で経済、政治、社会文化的な利益を共有する全ての人々のことだと定義しています。つまり現在の文化省芸術局、タイの政府は国民を人種や民族によって分類することは避けて、同一の文化を共有している単一の民族集団、いわばタイ人という名前の一つの民族集団を作り上げようとしているんです。タイは1939年に国名をそれまでのサヤームから現在のタイへと改めました。国名変更の背景については様々な説がありますが、その中の一つにタイ国内に住んでいるマレー人、
モーン族、クメール人といった少数派民族をタイ族あるいはサやアム人を中心に同化統合しようとしていたというものがあります。ですから今日のタイ政府の立場は戦前から一貫しているものと言えます。日本の高校地理で使われている世界地図、例えば帝国書院の新章高等地図の巻末には世界各国のさまざまな統計情報を一覧できるページがあります。その感覚で言うのなら、タイは人口7100万人のうち中部タイ人、いわゆるサやアム人が2500万人で 35%、 東北タイ人、イーサーアン人が2000万人で 28%、 北タイ人、ユーアン人が700万人で 10%、 南タイ人が900万人で 13%。 ここまでがタイ族と言われる人々で、合計すると6100万人で人口の 85% にあたります。他にタイ族と同化したカ人、ルーク寺院が450万人、同化していないカ人が140万人で、カ人の合計は人口の約 8%、 残りの 7% が少数民族で、多い順からマレー人、クメール人、カレン族、プータイ語族、インド系タイ人、モーン族、グーイ語族、パキスタン人、モン族、ラオス人、プワン族、ラーフー族、シャン族、タイヤイ族、タイルー族と続きます。タイには合わせて62の民族がいます。しかしタイで教育を受けてきたタイ人には民族集団という概念はあっても、人種や民族といった概念はありません。この図にもあるように、かつての王室直轄領に住んでいるタイ族、モーン族、マレー族のことをサやアム人というふうに認識していて、そこに外州部の属領、地方王朝の支配領域だったところに住んでいる人々を加えた民族集団全体のことをタイ人と呼んでいるんです。タイの国内に住んでいるクメール人は120万人で、タイの人口のわずか 2%、モーン族に至っては41万人とタイの人口の 1% にも満たない少数派です。実際にはクメール人の 84% がカンボジアに、モーン族の 65% がミャンマーに住んでいて、タイの国内にいるクメール人はクメール人全体のわずか 6%、タイの国内にいるモーン族はモーン族全体のわずか 18% に過ぎません。ですからタイ国内のクメール人やモーン族がクメール人やモーン族全体を代表しているとは言えないんです。しかしタイ人の価値観では、彼らも同じ民族集団を構成するタイ人の一員だから、クメール人やモーン族の歴史遺産はタイ人のものということになるんです。なので私たちがタイの国内にある古代遺跡はタイ人のものではないというと、タイ人は自分たちの文化や文明が奪われたというふうに感じて怒り出すわけです。いろいろなことを一気に説明して混乱させてしまったかもしれませんが、ここまでの内容を一言でまとめますと、タイ政府は時代を問わず現在のタイの領土内に住んでいる人々はみんなタイ人ってことにしたいんです。こうしたタイ独自の自国中心的な価値観がタイ人の歴史認識を大きく歪ませていくことになります。第2章、スコータイ王国成立以前の王朝。まずは山川出版社の小説世界史2024年版の記述を見ていきたいと思います。紀元前1000年頃からベトナムやタイの東北部では青銅器が作られ始めました。紀元前300年頃になると中国の影響を受けたドンソン文化がベトナムの北部を中心に発展して、鉄製の農具も作られるようになります。銅壺と呼ばれる青銅製の太鼓は権力の象徴として儀礼的な行事で使われました。西暦100年頃になるとメコン川の下流域にフナンという国ができました。ベトナム南部にあったオケオという港町がインドや中国との交流で栄え、375年頃にはインド化と呼ばれる文化面での大きな変化が起こりました。500年代にはクメール人のカンボジアがフナンを滅ぼし、800年代に都をアンコールに移しました。1100年頃にクメール王の墓として作られたアンコールワットではヒンドゥー教のビシュヌ神が祀られていて、周囲の廊下にはインドの女子誌マハーバーラタを物語る彫刻があります。一方チャオプラヤ川の下流域ではモン族によるドバーラバティ王国が600年から1000年頃にかけて栄えました。続いてアメリカの教科書グレンコー世界史の記述を見ていきたいと思います。802年にクメール人のジャヤバルマンがカンボジアを統一してクメール帝国を起こしました。アンコールトムに都を移したクメール帝国はその後数百年間にわたり東南アジアの大陸部で最も強大な国家として栄えました。しかし東西をベトナムのチャンパーとビルマのパガンに挟まれ、さらに南下してきたタイ人からの圧迫を受けて1300年代に衰退しました。日本とアメリカの教科書の比較です。
日本の教科書がクメール帝国のアンコール朝とその前身にあたるジェーンラ神老の両方をカンボジアと呼んでいるのに対して、アメリカの教科書ではクメール帝国のアンコール朝だけをカンボジアと呼んでいます。ジェーンラやドバーラバティについては何も触れられていません。信憑性が怪しい事柄については何も触れないというのが世界の歴史教科書のスタンダードです。次に、タイの文化省芸術局が2015年に発行した歴史解説書「タイの国史」を見ていきたいと思います。といってもボリュームが多すぎるので、ここでも要点だけをかいつまんで比較だけしていきたいと思います。全文は動画を停止してご覧ください。東南アジアのインド化は日本の教科書ではカンボジア成立の文脈で語られていますが、タイの歴史解説書ではタイの中部にあったドバーラバティが成立する過程で起きた出来事として描かれています。ですから文化の伝わり方も逆方向になります。私たちは遺跡の様式や造営時期などからインドの文化がスリランカやインドネシアを経由して南からベトナムやカンボジアへと伝わってきて、それがタイ方面へ広がっていったと理解していますが、一方でタイの歴史解説書ではインド文化がアンダマン海を渡って西から直接入ってきて、それがカンボジア方面へ広がっていったと説明しているんです。タイの歴史解説書には個別の人種や民族について言及することを極力避ける傾向があります。当然ドバーラバティがモーン族の国家だったとする説明はどこにもありません。同時期に存在したジェーンラ、シュリービジャやハリプンチャイの各王国についても同じです。ジェーンラとカンボジアがクメール人の王朝、シュリービジャヤがマレー人の王朝とは説明していないんです。それがタイ人とカンボジア人がこの地域の歴史遺産をめぐって対立する原因となっています。ペッチャブーン県にある歴史遺産のシーテープ遺跡は6世紀から10世紀のドバーラバティ期と11世紀から13世紀のクメール期にかけて造営されたもので、ナコーンラーチャシーマー県にある歴史遺産のピマー遺跡もその大半が11世紀後半から12世紀後半のクメール期に造営されたものです。ですから13世紀以前に造営されたタイ国内の遺跡は全てモーン族もしくはクメール人によって造営された異民族の歴史遺産です。しかし前の章で説明した通り、タイの政府は今も昔も現在のタイ領土内に住んでいる人々はみんなタイ人だと主張していますから、これらの遺跡は全てタイ人の歴史遺産ということになります。ちなみにスコータイ成立以前にこの地域にいた人々のことをタイ政府は1940年以降コームという独特な名称で呼んでいますから、厳密に言えばシーテープやピマーアイの遺跡をタイ人はコームの歴史遺産という風に理解しているということになります。コームについてはこの動画の第6章で詳しく説明します。ここまでの内容を簡単にまとめますと、私たち外国人はクメール人の大半がカンボジアに住んでいるから、クメール人の遺跡はカンボジア人の歴史遺産だと考えている一方で、タイ人は自らをコームの子孫だと信じていますから、コームの遺跡はタイ人の歴史遺産だと思っているんです。第3章、スコータイ王国。まずは山川出版社の小説世界史2024年版の記述から見ていきたいと思います。1200年代の半ばにタイの北部にタイ人による最古の王朝であるスコータイ朝が起こりました。これだけです。一方でアメリカの教科書グレンコー世界史にはスコータイという文字すら出てきません。完全にスキップされています。スコータイ王国の存在はスコータイ第一重要碑文、いわゆるラームカムヘ英王碑文の記述が根拠になっているんですが、その碑文自体が後世の捏造ではないかと疑われているからです。発端となったのはアメリカの歴史家マイケル・ビッカリーが1987年に表したラームカムヘイ碑文、東南アジア史のピルトダウン人頭骨という論文でした。ピルトダウン人頭骨というのは1909年にイギリスで捏造された原人の化石のことです。この論文ではスコータイはクメール帝国の支配から独立していなかったともしています。その翌年の1988年にはシンラパーゴーン大学考古学部のクリア・グライルオークがスコータイ第一重要碑文はラーマ4世による贋作だったと発表します。つまりスコータイ王国はタイ人が信じているような偉大な王朝ではなかったかもしれないんです。次にタイの文化省芸術局が2015年に発行した歴史解説書タイの国史を見ていきたいと思います。タイの歴史解説書によると、スコータイ王国は1219年にシーナーオナムトゥムによって作られたといいます。当時タイの一帯を支配していたコーム、またの名をシーヨータヤプラ王国というんですが、スコータイはそこから独立したといいます。
その後スコー隊はタイの中部から北部にかけての一帯を勢力下に置くんですが、コームの武将コームサバーとクローンランポンが反乱を起こしてスコー隊の町が占拠されてしまいました。そこでシーナオナムトゥムの後を継いだ息子のパームアン王が近隣の町バーンヤーンを支配していたシーイントラーティットと協力し、守備よくスコー隊をコームの手から取り返します。そしてパームアン王はシーイントラーティットにスコー隊の王位とコーム王から授かっていたガモンテーンアンシーイントラバディンタラーティットという称号を譲りました。こうしてスコー隊王国の統治権はシーナーオナムトゥム朝からプラルワン朝へと移りました。その後もタイの歴史解説書ではスコー隊王国に関する説明が続きます。その内容はスコー隊の領土拡大、スコー隊第一重要碑文ラームカムヘ円王碑文の記述、スコー隊文字の発明、仏教の布教、農業、商業、交易、仏教芸術、文学、当時の社会や政治体制など多岐にわたります。理想ともいえる美しい国だったとされています。しかしどうせそのほとんどはフィクションの作り話ですし、聞いていても退屈なだけかと思いますので、ここでは日本語3700文字分の情報をカットします。スコー隊の滅亡については少しだけ触れておきたいと思います。タイの歴史解説書によると、スコー隊は1378年にアユッタヤーの従属国になり、以降スコー隊王はアユッタヤー王からの認証を受けて王位につくことになります。アユッタヤー王から可視されるスコー隊王の称号をマハータンマラーチャーと言いました。スコー隊のマハータンマラーチャー3世が1419年に死亡すると、2人の息子が王位をめぐって争い、スコー隊王国はプラヤーバーンムアンが治めるスコー隊とプラヤーラームが治めるフィサヌロークトに分裂します。スコー隊は弱体化し、そしてアユッタヤーのトライローガナート王がスコー隊王の後継ぎ候補にマハータンマラーチャーの称号を与えなかったことから、スコー隊王国は1438年に滅亡してアユッタヤーに完全に併合されたということになっています。ここまでの内容を簡単にまとめますと、スコー隊王国は日本の教科書ではタイ人初の王朝として紹介されている一方で、アメリカの教科書では存在ごと完全に無視されていて、さらに外国の歴史学者からはスコー隊王国の存在を証明できる証拠が偽物だと疑われていて、クメール帝国支配下の地方王朝の一つに過ぎなかったとも言われています。タイの歴史解説書ではスコー隊王国について詳しく説明されていますが、タイ人初の王朝という形では紹介されていません。タイ政府もかつてはスコー隊をタイ人最古の王朝として説明していました。これはラーマ5世の弟ブロムプラヤーダムロンラーチャーヌパープが1939年に表した論文古代サヤームの統治形態をもとに、タイ人はタイ北部を一時期占拠していたもののすぐに衰退してしまったため、スコー隊こそがタイ人による独立国最古の都とされてきたからです。しかしタイの歴史学の権威たちがタイ人はずっとここにいたと主張するようになったため、現在スコー隊はタイ人最古の王朝とは見なされなくなっているんです。実際のところ何が本当なのかは誰にもわからないというのがスコー隊王国です。私は神話のようなものというふうに思っています。第4章、アユッタヤー王国の成立とアンコール朝の滅亡。まずは山川出版社の小説世界史2024年版の記述から見ていきたいと思います。1500年代の東南アジアには交易の利益やヨーロッパから伝来した新式の火器など外国との交流を利用して強力な国家を建設した国がありました。上座部仏教を奉ずるタイのアユタヤ朝は米や鹿革の輸出で栄えました。次にアメリカグレンコー世界史の記述を見ていきたいと思います。中国から移住してきたタイ人は1400年代にアンコール朝の都を破壊しました。チャオプラヤー川沿いにアユッタヤーを建設し、約400年間にわたって地域の大国であり続けました。住民の多くは仏教に帰依しましたが、ヒンドゥー教やインド文化の影響も受けていて、現在のタイの文化はそれらが融合してできたものです。続いてタイの文化省芸術局が2015年に発行した歴史解説書タイの国史を見ていきたいと思います。とは言ってもボリュームが多すぎるので、ここでも要点だけをかいつまんで比較だけしていきます。全文は画面を停止してご覧いただければと思います。アユタヤーの建国について日米の教科書では全く触れられていませんが、タイの歴史解説書ではアユタヤー王国は1353年にラーマーティッポディ一世別名ウートーン王によって建国されたと説明しています。
王は堅固な城塞と王宮を築き、そこに集まった16人の属国の首長たちが王に忠誠を誓ったといいます。一方でアユタヤーによるアンコール朝滅亡について説明しているのはアメリカの教科書だけです。1432年にアユタヤー王国17代目のボロンマラー・チャーティラート2世、別名ジャーオサ・アムプラヤーがアンコール朝を滅ぼしたとする説を採用しているようです。日本の教科書はジェーンら新郎、アンコール朝のクメール帝国、暗黒時代のカンボジア王国の3つをまとめてカンボジアと呼んでいますから、アンコール朝が滅亡する場面がありません。タイの歴史解説書でも全く触れられていません。その理由についてはこの後の第5章と第6章で詳しく説明します。いずれにしてもアユタヤー王国成立とアンコール朝滅亡の経緯については未だ定説が定まっていないんです。アメリカの歴史家マイケル・ビッカリーは2001年にカンボジアの王立美術大学考古学部で行われた講義で、初期のアユタヤーはクメール人の王朝だったと説明しました。1296年にアンコールを訪れた元朝テムルハーンの使者シュータッカンが新郎不時という個人的な記録の中で、アンコールはシーエンとの戦争状態にあったと書き残しています。マイケル・ビッカリーはこのシーエンこそが1431年にアンコールの首都アンコールトムを攻め落とした国で、アユタヤーにあったもう一つのクメール人の王朝だと主張したんです。1400年代の半ば頃までアユタヤーの宮廷ではクメール語が使われていて、タイ語が使われるようになったのは第一次アユタヤー疾患以降、つまりアユタヤーがビルマのタウングー朝に敗れて従属国となった1569年より後のことだからです。新郎不時に登場するアンコール朝の敵対勢力シエンは謎に包まれたとても不思議な存在です。アンコールワットの回廊にある K289 という碑文に登場します。シエンもしくはシアムゴックと呼ばれ、サヤーム、現在のタイの語源になったとも言われています。欧米の学者たちの間ではアンコール朝の正規軍に随伴していた奴隷、もしくは鬱蒼とした森に住んでいた傭兵団のことだというふうに信じられていて、フランスの考古学者ベルナール・グロリエは1981年に発表した論文「アンコールワットの浮き彫りに見られるシアムゴック」の中で、シアムとは肌の色が暗い人々のことで、ゴックとは何らかの鳥を崇拝する部族のことだと説明しています。カンボジアの中学2年生用の歴史教科書では、シエムとは古代クメールの碑文に書いてある野蛮人のことだと説明しています。もちろんタイの国粋主義者たちがこのような屈辱的な言説を受け入れるはずはありません。タイの国家芸術家スジット・ウォンテートは、シアムゴックとはウーヤンジャン周辺を領有していたスーリア・バルマン2世の親族にあたる王族の勢力で、シアムとは後のサヤームのことで湿地から湧き出る水、ゴックとは中国語の国のことだと説明しています。シアム国という意味になります。どうして長州語発音の中国語がこの時代のクメール文字の記録に使われてんだよ。この話はもうやめましょう。アユタヤーの起源の話に戻ります。イタリア・ボローニャ大学准教授のマリア・テレーザ・グアイトーリは2011年に発表した論文「消えた都市古代の大都市」の中で、ラーマーティッポディ一世は中国系の商家出身の冒険家で、タイ北部のチアンセーンで流行していたコレラから逃れるために集団で移住を始め、1350年にアユッタヤーを建設したと説明しています。イギリスの歴史学者クリス・ベーカーは2017年に発表した論文「アユッタヤーの歴史初期近代世界におけるシャム」の中で、アユッタヤーはモーン族の国で、ロップリー、スパンブリー、アユッタヤーの3つの都市が合併してできたものだと説明しています。みんな好き勝手自由なことを言っていますが、要はアユッタヤーの起源もアンコール朝滅亡の原因も分かってはいないんです。第5章、タイ国粋派の歴史観。ここまでの話を振り返ってみると、タイの文化省芸術局が2015年に発行した歴史解説書「タイの国史」は、日米の教科書との違いはあっても、その文脈ギリギリの範囲内で不都合な部分を削除し、その代わりに架空の神話や伝説を挿入することで自国の歴史を説明しているものと言えます。しかし、私の YouTube 動画にコメントを寄せてくれたタイ人の視聴者と議論を重ねていくうちに、私たちとタイ人との歴史認識の間にはもっと大きな隔たりがあるように感じました。そこでオンライン上のタイの歴史学界隈で4ヶ月間のフィールドワークをしました。まず、私が作ったタイの歴史解説動画をタイ語に翻訳して、それを新たに作ったサブチャンネルでタイ人向けに公開し、タイ人からのアンチコメントを収集することで、タイ人の歴史認識をパターン別に分類しました。
次に Facebook 上にある東南アジアの歴史コミュニティに参加して国粋派のタイ人を煽るコメントを連投し、不足していた情報を補うことで謎を解き明かしていきました。その結果、タイ人の国粋主義派は大体こんな感じの歴史認識を持っているんではないかといった一定の結論が得られましたので、タイの文化省芸術局が2014年に発行した論文「コームはどこにいる？タイはそこにいる。コームとタイは離れることはない」に記載がある範囲内で皆さんにご紹介していきたいと思います。とは言っても、これからご紹介する国粋派史観のタイの歴史は散文的で支離滅裂でほとんどヨタ話と言っていいような代物ですから、それを私なりに再構成してタイムラインに落とし込み、無理やり辻褄を合わせることでなんとか聞けるようにしたものです。もしおかしいところがあったらごめんなさい。元ネタにしている論文そのものがイカれているので諦めてください。それでは始めていきます。メコン川流域の人々はナームタオプーンと呼ばれるひょうたんから生まれたと伝えられています。5つの民族は兄弟の関係にあって同じ場所で生活を共にしていました。先に生まれた2つの民族はモーンクメール語族と呼ばれる浅黒い肌の人々で、メコン川の下流域から上流の山間部へと広がっていきました。西洋人が低地クメール人、クメールクロムと呼んできた人々です。その後に生まれた3つの民族はタイラーオ語族やモンヤオ語族と呼ばれる肌の色があまり黒くない人々で、メコン川上流の山間部から下流域へと広がっていきました。西洋人が高地クメール人、クメールルーと呼んできた人々です。この5つの民族の文化は共通していて、紀元前2000年頃には存在していたと見られています。西暦の450年頃、タイ中部のロップリーにドバーラバティ国が起こりました。950年頃になると、インド南部から伝わってきたパッラバ文字をもとにこの地域固有の文字が作られました。クメール文字を作った人々はカンボジア、モーン文字を作った人々は非カンボジアという風に区別されました。タイラーオは文字を作りませんでした。この時ロップリーを領有していたのはそれまでのドバーラバティ国からラオウ国へと変わっていました。ラオウ国ではクメール語が使われ、タイラーオからはコームという名前で呼ばれました。このラオウ国のことを便宜的にコームラオウ国と呼ぶことにします。1050年頃、ロップリーのコームラオウ国は南にアヨータヤーシーラーマテープという都市を建設して都を移し、以降はアヨータヤーラオウ国と呼ばれるようになります。ジャーオプラヤー川からタイランド湾に至るまでの河川交易路を管理しました。ピマーアイがあるナコーンラーチャシーマー県からパノムルンがあるプリーラム県にかけての地域を支配していたカンボジア、マヒトーンプラ朝は現在のシェムリアップ、トンレサップ地域へと移動し、スーリア・バルマン2世が1100年頃にアンコールワットとして知られるバロムウィッサヌロークを造営しました。タイ語ではナコーンワットと呼ばれています。ナコーンワットの南回廊にはスーリア・バルマン2世による神聖な誓いの儀式を描いた彫刻があります。王の親族たちによる行列でシアムゴックを先頭にコームラオー、ピマーアイパノムルンの順に並んでいることがわかります。それぞれシアムゴックはウヤンジャンを中心とするメコン川の両岸、コームラオーはロップリーを中心とするタイ中央平原、ピマーアイパノムルンはナコーンラーチャシーマー県のピマーアイを中心とするムーン川の上流域を治めていました。1238年、アヨータヤーラオウ国はナーン川とヨム川の流域でスコー大国の建国を支援し、ベトナムのトンキン湾からミャンマーのモーラメイン湾にかけての海域の海洋交易路の管理を任せました。この交易路に沿ってタイラーオの居住地域がスコータイがあるジャーオプラヤー川の上流域からスパンブリーなどの下流域へと広がっていき、地域間の交易を通じてタイラーオ語がこの地域の共通言語となりました。この頃のアヨータやラオウ国ではカンボジア王の親族コームたちが王や貴族として国を治めていて、宮廷ではクメール語が話され、碑文などもクメール文字で記録されました。タイラーオはコームの貴族の下で役人として仕えていたほか、商業や農業に従事していました。1327年、アヨータやラオウ国でペストが大流行しました。都市部に密集して生活をしていたコームの王や貴族たちの多くが命を落としたため、比較的人口密度の低い農村部に住んでいたタイラーオは生き残って力を持つようになり、コーム文字をもとにタイ文字を生み出し、自らをタイ人と呼ぶようになりました。こうしてタイ中央平原にいたコームは多数派となったタイ人に吸収される形で同化していきました。アヨータヤーラオウ国の都アヨータヤーシーラーマテープは
タイ語風にプラナコーンシーアユッタヤーと呼ばれるようになり、1500年代になるとヨーロッパからやってきた商人たちによってサヤアム王国と呼ばれるようになります。長くなってきたのでこの辺りでやめておこうと思います。スコー大国の位置づけがタイ国粋派の歴史観ではフロムプラヤーダムロンダーチャーヌパープの古代サヤアムの統治形態やタイ文化省芸術局の歴史解説書タイの国史に対してかなり後退していることがわかるかと思います。ところで皆さんは先に私がご紹介したタイの国家芸術家スジット・ウォンテートの論文の名前を覚えていますか？そうですね。タイ人はずっとここにいた。コームはどこにいる？タイはそこにいる。コームとタイは離れることはないでしたね。タイの文化省芸術局、タイ政府はタイ人はずっとここにいたということにしてほしい。タイ人とコームを分断させないでほしいと強く希望しているんです。ですからタイ人の起源について歴史解説書のタイの国史は5つある仮説に対してそれぞれ肯定的な意見をつけたり否定的な意見をつけたりしてタイ人の読者を移住説から遠ざけて他の説へと誘導しようとしていたわけです。タイ語のうちパーリーサンスクリット語と呼ばれている借用語タイ文字、戦前までタイ人の間で広く使われていた巻きスカート、建築、美術、王室の伝統様式、高音と呼ばれる宮廷演劇、古典音楽、伝説や物語の数々はいずれもタイ人がコームと呼んでいる人々から受け継いできたとされているものです。それは国粋派のタイ人も認めています。ですからアメリカの教科書にあるようにタイ人は12世紀に移住してきた、タイ人はここにはいなかった、タイ人とコームの間には何の関係性もないということにされたら、タイ人の文化や伝統は全てクメール人、つまり現在のカンボジア人のものになってしまいます。タイ人には何も残らなくなってたちまち強烈なアイデンティティクライシスが起きる、民族としての自己同一性が失われる危機に直面することになるんです。タイ人とタイの政府はすでにかなり追い込まれているんですが、どうしてこのような状況になってしまったのか気になりませんか？次の章ではタイの歴史の成り立ちについて見ていきましょう。第6章、どうしてこうなった？タイ政府はどうして自国の歴史をおかしな方向へと進化させていくのか、どうして日米の歴史教科書からどんどんかけ離れた内容になってしまうのか。その原因はタイの歴史の成り立ちそのものに問題があって、実はタイの歴史の進化も今に始まったことではないからです。特にこれからご紹介する3つの出来事がタイの歴史の進化に大きな影響を与えたと私は思っています。一つずつ見ていきます。パークナーム事件。19世紀の後半、サヤームの宮廷は属国ラオスとカンボジアの総主権をめぐってフランスと激しく対立していました。フランスが歴史的にこれらの地域の総主権はベトナムにあると主張してきたからです。そして1893年のパークナーム事件以降、サヤームは数次にわたるフランスの脅しに屈して1907年までの間にラオスとカンボジアの総主権を完全に奪われてしまいました。ベトナムのグエン朝は当時フランスのインドシナ総督府に支配されていたので、奪われた領土はフランスのものになりました。サヤームはこれらの地域が歴史的に自国の領土であることを主張するために1904年にサヤーム協会、1907年に考古学クラブを設立して修士事業、国家の歴史を編纂する事業を始めました。ラーマ5世ジュラーロンゴーン王は自ら歴史研究の方向性を具体的に示しています。これからお伝えする内容はラーマ5世が考古学クラブに対して可視された直後です。タイ語の原文のままお伝えします。日本語訳は画面の字幕でご確認ください。จึงขอชวนท่านทั้งหลายในสโมสรประชุมกันครั้งแรกนี้ให้กระทำในใจไว้ว่าเราจะค้นหาข้อความเรื่องราวของประเทศสยามไม่ว่าเมืองใดชาติใดวงใดสมัยใดรวบรวมเรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราวของประเทศสยามจากเดิมตั้งแต่ 1,000 ปีโรมมาラーマ5世の時代、古来より人々の生活は王の力と知恵と寛大さに支えられてきたということを前提に国王中心の国づくりが進められました。王室の儀式に様々な意味合いが込められたのもこの頃のことです。続くラーマ6世の時代には王室と仏教に対して忠実な人々からなるタイ国家ムアンタイという概念がラーマ4世の王子で総大司教を務めたクロムプラやアワチラやアンワローロットによって提唱されます。この時に国家仏教国王陛下の3要素はいずれもタイの国家にとっては不可分なものであり、決して切り離すことはできないとされ、現在のタイで広く信じられているタイ独特のイデオロギー、国家宗教国王陛下の原型となりました。このような時代背景の下で書かれたのが
タイの歴史の原型となるグロムプラヤーダムロンラーチャーヌパーアプによる1939年の古代サヤームの統治形態です。つまりタイの公式な歴史とはラーマ5世の直後によって創作された架空の千年物語で、国家宗教国王陛下のイデオロギーを国民に浸透させ正当化する目的で作られたものなんです。ちなみにタイの歴史の根拠となっている資料アユタヤ王朝年代記の中では一番マシと言われているル・ワンプラスーとアクソン2番はラーマ5世が考古学クラブに直後を可視されたのと同じ年の1907年にペップリー県の民家で発見されたものです。偶然の一致ってあるんですね。タイ・フランス領インドシナ紛争。1940年大日本帝国がフランス領インドシナ連邦の北部へと進駐すると、フランスに奪われた旧領土が日本に占領されて取り戻せなくなってしまうという懸念が急浮上してきました。慌てた当時の首相ル・ワンピブーン・ソンクラーム少将はル・ワンプラディ・トマヌータム財務省の反対を押し切ってフランス領インドシナ連邦への侵攻を決定します。政府は開戦に向けて国内の協力を取り付けるためにラッタニヨムと呼ばれる愛国信条に関わる首相符令を発して国民に団結を呼びかけました。それまでのタイ国家の概念が強化され、現在のタイの全体主義的な文化が形成されました。パンタイイズム、日本語では大体民族主義と呼ばれるものです。詳しくは私のタイの歴史解説動画シリーズの第9回をご覧いただければと思います。この時にタイの国内で広く宣伝されたのがコームという歴史用語です。コームという言葉の起源については諸説ありますが、この地域の伝承に登場する人々や文化のことを表す一般名詞とされています。平野部にいた低地クメール人のことをクメールクロムと言うんですが、欧米の歴史学者たちはそのクロムがなまってコームになったとしています。1941年タイの民族主義思想家ル・ワン・ウィジット・ワータガーン中佐はタイランドの主張という論文の中で、このコームという一般名詞は特定の民族のことではなく広範にわたる民族集団のことを表す言葉だとして、アンコールワットを造営した古代クメール人はコームであり、現代のクメール人とは全く関係がないと主張しました。現代のクメール人はベンガル湾の東岸から来た別の民族だと説明することで、かつてのアンコール朝から完全に切り離し、アンコール朝はタイ人のものだったということにして、タイがフランス領インドシナ連邦のカンボジアを取り戻すことの正当性を国の内外に向けてアピールしたんです。こうしてタイ人は古代クメール人はコームであり、コームはタイ人の祖先であるから、現代のクメール人は古代クメール人とは関係がないというとんでも理論を信じるようになったわけです。もちろんコームという用語は政治的な意図を持って作られたタイ独自の概念ですから、タイ以外の国の教科書に出てくることはありません。世界の普通の人たちは古代クメール人と現代のクメール人は同じ民族だというふうに理解しています。反共産主義運動。1945年第二次世界大戦が終わってタイから日本の進駐軍が引き上げていくと、タイの政界では王党派と左派勢力が激しく対立するようになりました。1947年王党派はクーデターを起こして左派政権を打倒し、反共産主義運動を利用してアメリカからの支援を取り付けました。この時政府は共産国になったらタイにとっては不可分とされる国家仏教国王陛下の3要素が切り離されて、現在の自由で幸せな暮らしが続けられなくなってしまうと主張し、ラジオ放送を通じてこれを守り抜くために共産主義勢力と全力で戦うべきだと宣伝しました。君主制と仏教への信仰を盾にとって共産主義勢力の国内への浸透を防ごうとしたんです。1953年作家のモムラーチャウォン・クックリット・プラーモートは日刊紙サヤームラットの紙面上でラーマ5世からラーマ8世までの治世を宮中で過ごした使用人の伝記を連載しました。王朝史大記シー・ペンディンとして知られる架空の歴史物語です。この物語を通じて国家の平和と安定のためには君主制と国王の存在が欠かせないという認識をタイ人の間に深く根付かせました。そしてタイ国王、タイ式統治、タイ語、文学や演劇などのタイ芸術、タイの礼儀作法やタイの伝統などを例に挙げて、タイ国家が他の国々よりも優れていると主張したんです。こうして1950年代の後半には歴史と伝統に基づくナショナリズムの機運が高まりました。タイの政治指導者には仏教の保護、社会道徳の回復、タイ芸術の講演、タイ文化の奨励など歴代の国王たちの足跡をたどることが期待されるようになったわけです。1960年
モムラーチャウォンクックリットプラーモートはスコータイ時代のタイ式統治は議会制民主主義の下で人々が得られるものと同じだけの恩恵をもたらすとして選挙を行わず議会も設置しなかったサリット・タナラット元帥による強権的な独裁政治を擁護しました。タイには政府を監督し権力の乱用を防ぐ存在としてすでに国王陛下がいらっしゃるんだから議会や裁判所なんか必要ないと主張したんです。ここまでの話をまとめますと、タイ政府はタイ式統治という理念に支えられていて、タイ式統治は国家宗教国王陛下というイデオロギーに支えられていて、そのイデオロギーはタイ国家という王室や仏教に忠実な人々によって支えられているということになっていて、王室や仏教はタイの歴史という架空の千年物語を根拠としているんです。つまり全ての大元となっているタイの歴史が否定されると王室や宗教の権威が損なわれ、現在の国家の枠組みの正当性はよりどころを失うことになるんです。だからタイの国粋派は与太話同然のタイの歴史を信じ、世界に向けてその正当性を必死になってアピールしているわけです。タイの場合、自国の歴史を守り進化させていくことは国防、国家の存立と安全保障に関わる極めて重大な政治的課題なんです。第7章、この動画のまとめ。アメリカの高校教科書グレンコー世界史で紹介されているタイ人の起源、西暦1100年頃にタイ人が中国から南下してきて現在のタイに定住したという仮説は世界の歴史学者たちの間では定説になっています。そしてもしこの定説が事実なら、現在のタイの文化や伝統芸能のほとんどは異民族からのパクリだということになってしまいます。それに対してタイにおける歴史学の権威たちは考古学的な新発見などを根拠にこの40年間さまざまな方法で反論を試みてきました。世界の歴史学者たちからは完全に呆れられ全く相手にされていない様子ですが、このような新発見はこれからも蘇生乱造されて私たちを大いに悩ませてくれることになるはずです。2010年代に入ってからタイでは遺伝子学を元にした調査が行われるようになりました。それによるとタイ人を含むタイガタイ族が中国南部から移民してきたというのはほぼ決まりのようで、現在の議論はいつタイに移民してきたのかという時期の話へと移っています。タイの学術界はその時期を紀元前1000年頃の青銅器時代としたいようですが、それを遺伝子学的なアプローチで証明することは難しいと私は見ています。1548年の第一次対面戦争から1810年のチュンポーンの戦いまでの262年間にわたって幾度ともなく繰り返されてきたタイとビルマとの戦いの中で、占拠された町や村に住んでいた人々は労働力や兵士として徴発され、別の地域への移住を常に強制されてきたため、特に男性の遺伝子がこの地域全体には不規則に分布していて、今から調査したところで当時の人口分布を再現するなんてことはできるわけがないからです。タイ人はずっとここにいたということにするために、タイ人はドバーラバティを起こしたモーン族の子孫だと主張している人もいますが、残念ながら今日ではその道も断たれてしまっています。モレキュラーバイオロジー&エボリューションという科学雑誌に2019年に掲載された論文、タイとラオスの集団における父系及び母系の遺伝的歴史の対比によると、ドバーラバティを立てたモーン族はモーン語を話してはいたものの、その DNA 型は現在のミャンマーにいるモーン族とは別の系統で、カオヤイ国立公園の付近に住んでいるニャクル族のものだとされています。つまりドバーラバティを立てたのはモーン語系ニャクル族だったというわけです。なのでタイ人は DNA の型が現代のモーン族に近いという理由をもって自らをドバーラバティの子孫と名乗ることはできないんです。ですから言語や文化の拡散を元にした現在の定説、西暦1100年頃にタイ人が中国から南下してきて現在のタイに定住したという仮説は今後とも覆ることはないと私は見ています。個人的にはタイの歴史のほとんどは作り話の空想物語だというふうに思っています。残されている資料から事実を確認できるのは、ナレースワン王がビルマのタウングー朝に背いてアユッタヤーを独立させた1583年以降の出来事で、1600年代に入るとその解像度がぐっと上がります。ところが1688年にペートラーチャーが下克上を起こして王位を簒奪すると、資料は再びあやふやなものになってしまいます。フランスと対立して国内から全てのヨーロッパ人を追い出してしまったので記録がないんです。それなりにはっきりしたことがわかるようになるのはアヌウォンの乱が発生する1826年を待たなければなりません。
つまり今から遡って200年以上前のタイの出来事については調べたところでどうせわからないことばかりなので、何が正しいのか何が間違っているのかを議論するだけ時間の無駄というのが私の結論になります。タイに民族の歴史というものはありません。近現代史だけはギリギリあると言えなくもないんですが、その精度と信憑性は限りなく低いです。タイ人には記録どころか遺跡すらないので、タイの歴史を世界の文明国と同じような重厚さを持って語ろうとするのなら、ゼロから捏造するか、すでにある異民族の歴史を歪曲して無理やり自分のものにするかしか方法がないんです。これまで50分間にわたりお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画を気に入っていただけたら嬉しいです。もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。タイの歴史は設定的にもう完全に終わってるんだから、庵野監督にお願いして新しく新タイの歴史でも作ってもらった方がいいんじゃない？